天孫降臨。武甕槌は地上の国を治めていた大国主を説得できたことを天照に報告しました。そこで天照は自分の息子を呼んで言いました。準備ができました。さあ、地上を治めに行きなさい。しかし息子は言いました。私も準備をしていましたが、待っている間に子供が生まれました。名前はニニギです。地上は私の息子、ニニギが治めてもいいでしょうか。いいでしょう。では、ニニギが治めなさい。天照は天の岩戸で自分を映した鏡と、飾りに使った勾玉、そしてスサノオにもらった雨の村雲、草薙の剣をニニギに持たせました。ニニギ、特にこの鏡は特別です。これを私だと思って大切にしなさい。それから天照は芸能の神、雨のうずめに言いました。あなたは物おじしない神だから、ニニギと一緒に地上へ行ってください。そして、途中で出会う地上の神と交渉してください。それで、ニニギは雨のうずめと他の神々と一緒に地上へ向かいました。天と地の境に地上の神がいました。雨のうずめが名前を聞くと、その神は答えました。私は導きの神、サルタヒコです。天から神々が来ると聞いて、ここで待っていました。私が案内しましょう。こうして、ニニギはヒムカの高千穂におりました。そして、そこに家を建てて住みました。ある日、ニニギはとても美しい娘に会いました。あなたは誰の娘かとニニギが聞くと、娘は、山の神の娘、この花の咲夜姫です。と答えました。私はあなたと結婚したい。あなたはどうですかとニニギが聞くと、娘は、父に聞いてください。と言いました。そこでニニギは山の神に使者を送りました。天の神と親戚になるのはいいことですから、山の神は喜びました。では、姉の岩永姫も一緒に送ります。姉妹二人と結婚してください。そう言って、山の神は、姉の岩永姫と妹のこの花の咲夜姫を一緒にニニギのところへ送りました。ニニギは岩永姫を見てびっくりしました。とても醜かったからです。それで、妹とだけ結婚して、姉を山の神のところへ返してしまいました。山の神はがっかりして言いました。姉の岩永姫は華やかさはないが、岩のような永遠の命を与えることができる。妹のこの花の咲夜姫は繁栄を与えることができるが、その繁栄は花のように儚い。岩永姫との結婚を断ったニニギの子孫の命は、もう永遠ではないでしょう。それで、ニニギの子孫、つまり歴代天皇は、アマテラスの子孫でありながら、永遠の命を持つことができないのです。